こんにちは、ミッキーです。今回は栃木鬼怒川1泊2日見どころ11選をご紹介していきます。江戸時代に発見され、当時は日光詣での僧侶や大名のみが入ることを許された由緒正しき温泉、鬼怒川温泉。明治以降に一般開放されて以降は多くの観光客が訪れまして、鬼怒川渓谷沿いには旅館やホテルが立ち並ぶ関東有数の大型温泉地として発展しました。そんな鬼怒川温泉ですけれども、2023年7月に走行を始めたばかりのスペーシア X をはじめ、令和の今だからこそ楽しめる魅力を凝縮しましたので、ぜひ新しい発見につなぎつつ、冬の温泉地の一つの候補としても参考にしていただければと思います。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。さて、今回の旅で利用させていただいたのは2023年7月15日に登場した浅草から日光鬼怒川を結びます新型特急スペーシア X。運賃は浅草、北千住のいずれから出発しても鬼怒川温泉駅までの料金は運賃の1400円に特急料金1940円を加えた3340円。注目なのはこちら1号車に併設されていますカフェの利用。1号車を利用される方は優先的に利用できまして、その他の車両に乗車された場合にも始発駅出発後30分後からオンライン整理券を取得することで利用可能でございます。地ビールやコーヒーに加えまして栃木県産の食材をいただくことができますので、ぜひ快適な旅のお供に利用していただければと思います。今回はスタンダードの座席を利用したんですけれども、それでも十分に広いスペースを堪能することができまして、満足感たっぷりの旅にすることができたかなと思っています。ちなみにこちらは帰りの様子になっていますので、朝のタイミングではまた違った魅力に触れることができるかなと思っています。続いてご紹介しますのは鬼怒川温泉駅の様子です。鬼怒川温泉の玄関口になっている鬼怒川温泉駅。今回利用したスペーシア X 以外にも同じく浅草からの特急鬼怒、新宿からの特急鬼怒川など主要拠点として位置づけられている駅でございます。こちらの駅到着後にお出迎えしてくれますのは日光のゆるキャラであります金太。この後ご紹介しますけれども、見た目は少し怖いんですが、誰からも愛されるよう強さの中にも可愛らしさがある子供の鬼をモチーフにしているようでございます。ぜひこちらとも写真を撮ってほしいなと思います。あとは SL 大樹の到着駅でもございまして、後でこちらもご紹介していきますので、ぜひ確認してほしいなといったところです。さてこちら、鬼怒の湯と書かれていますのは無料の足湯スポットでございまして、こちらは電車が来るまでの間や到着後の一息に利用できるミニスポットになっていました。続いてご紹介しますのは日光鬼怒川温泉駅前にあります手作りと素材にこだわったバームクーヘン工房の八屋さんです。その隣に直営店としてバームクーヘンの美味しい食べ方を提案しているのが八屋カフェでございまして、この日は八屋カフェでセットをいただいていました。こだわりのポイントは大きく2つ。1つ目は豊かな自然を誇る国立公園日光ですくすく育った鶏の地卵を使っている点。もう一つは発売当初より一流フランス料理店のシェフから絶賛を受けまして、知る人ぞ知る幻のバターと言われるカルピスバターを使っている点でございます。一層一層丁寧に焼き上げたストレートバウム、八屋バウム、日光鬼怒川温泉の渓谷美をイメージしたロックバウム、栃木県産のとちおとめをたっぷり使った八屋バウムいちご、日光醤油を使ったバームクーヘン、八屋バウム日光醤油、これらのこだわりが詰まったバームクーヘンが販売されています。そして今映しています八屋カフェさんではそれら4つを4種盛りとしていただくことができるセットが販売されています。
こちらが4種盛りのドリンクセットになっていまして、今ご紹介した4つのバウムを焼きたての美味しさで召し上がることができます。続いてご紹介しますのは鬼怒川温泉ロープウェイでございます。こちらは標高700メートルの丸山山頂へ約4分で登れます鬼怒川温泉のロープウェイ。中学生以上が大人料金で1名1200円にて登ることができます。この後ご紹介するライン下りと一緒に楽しむのが基本でございまして、そのライン下りとロープウェイ間は無料のシャトルバスが通っています。およそ30分間隔の運行間隔になっておりまして、9時台から15時台までが基本になっていますので、その点はご注意いただきたいです。さて、そんなロープウェイで登った先にある山頂には総ヒノキ造りの展望台がありまして、鬼怒川温泉街を一望できるのが魅力的。今回はちょうど紅葉の季節に伺いましたので、なお良い景色を見ることができました。さて、そんな丸山山頂では大きく2つの魅力があります。一つは今映しております可愛らしい猿を見ることができます猿園がある点で、日光といえばのお猿さんを間近で見ることができます。100円で餌の販売もされていますので、マナーを守りつつ体験してみてほしいです。そしてもう一つの魅力がこちらの温泉神社。昭和34年から鎮座しておりまして、金運上昇のパワースポットとしても知られているようでございます。こちらの竜のオブジェもハートの形をしていて、なんだか美しい感じになっていますので、ぜひ写真にも収めてほしいなと思います。こちらのロープウェイのご利用に関しましては、先ほどちらっと申し上げましたライン下りと合わせることでお得にご利用いただくこともできますので、ぜひこの機会に合わせてお試しいただければと思いました。続いてご紹介しますのは水辺のカフェテラス。鬼怒川パークホテルズの向かいに建てられました自然を感じさせるおしゃれなカフェです。中に入りますと目の前には池が広がりまして、心安らぐ音楽が流れていました。近所の方から観光に訪れた人まで、どなたでも気軽に立ち寄れます憩いの空間です。2023年で20年目を迎えたお店になっていますので、今年は記念すべき年になったかなと思いました。この日に伺った際も平日だったんですけれども、お昼時ですら席もほぼ満席だったため、売り切れが心配でしたけれども、今回いただきました和牛 100% のハンバーグ、無事いただくことができまして、満足感もたっぷりでした。今ご紹介した和牛 100% のハンバーグはなくなり次第販売終了のメニューになっていますので、体験したい方はお早めに訪れることをお勧めします。とはいえ、今映しています通り、たくさんのメニューがありまして、他にはガレットの販売とかカレーライス、スパゲッティ、お子様用にお子様プレートもありましたので、いろんなメニューを試すことができるかなと思います。またアルコール類の提供もございましたので、こちらのお店自体は11時から15時までの営業を基本としているんですけれども、お昼からお酒を飲むのもいいかもしれません。さて、こちらが先ほどからご紹介しております栃木和牛 100% のハンバーグ。ハンバーグはご覧の通りジューシーで肉質も良く、副菜やライス、スープ、食後のドリンクまでついてお腹がとても満たされました。今回ライスをいただきましたけれども、パンと選ぶこともできますので、その辺はお好みに応じて頼んでほしいなと思います。これだけいただくことができまして2000円なので、コスパもとてもいいように感じられました。続いてご紹介しますのは鬼怒川ライン下り。鬼怒川温泉名物として欠かせないアクティビティになっていますので、タイミングが合えばぜひとも体験してほしいです。こちらは大人1名3200円で楽しむことができますアクティビティになっています。シーズンとしましては4月中旬から11月下旬までとなっていまして、9時から15時45分まで1日12便の限定になっています。日光市の公式観光ウェブサイトでも事前予約が推奨されていますので、訪れる際にはまず予約をしてから先ほどご紹介したカフェへの訪問を組み合わせるなどして充実させていただくといいかなと思います。さて、そんなライン下りの大きな見どころは大自然が創造した渓谷美。
の日は1時過ぎの会に参加したんですけども、ちょうどこの青空と景色と、そして川の流れも程よい感じでございましたので、とても楽しく過ごすことができました。まさに天気がいい日なんかには、この青空とのコントラストがとても美しくなっていますので、抜群の写真、抜群の動画を撮ることができるかなと思っています。また、船頭さんもとてもユーモアあふれるようなコミュニケーションをとってくれますので、大人はもちろんのこと、お子さん連れでも楽しむことができるかなと思っています。ちなみに天気がいい日の様子を映しているんですけども、天候にも左右されやすいアクティビティでございますので、事前の天候下調べは必須になっています。ただ、小雨程度の場合は雨がっぱを無料配布いただいた上で乗船することも可能でございますので、そのあたりの配慮はとても嬉しいかなと思います。で、こんな感じでビニールシートで水しぶきを防ぐこともできますし、基本的にはスニーカーで訪れていただいて問題ないかなと思いました。ちなみに残念ながら今シーズンに関しましては11月30日で営業を終了してしまいまして、この動画を公開するタイミングでは休業に入ってしまっていると思います。なので来年の4月中旬以降の楽しみとして記憶の片隅に置いていただきますと、忘れることなく楽しめるかなと思っています。今回楽しめます船旅の所要時間は約40分間。事前にご案内もありますけれども、そこそこ長めでもありますので、お手洗い等は事前に済ませていただくといいかなと思いました。ちなみにこんな形でライン下りが終わった後はシャトルバスが来るまでの間、茶屋でのひとときを楽しむこともできます。川魚の塩焼きやこちらの焼き団子、あとは味噌おでんやきのこ汁など山の幸を堪能することができますので、ぜひ腹ごしらえもしてみてほしいです。さて、続いてご紹介しますのは SL 大樹という機関車でございます。鬼怒川温泉駅において一度は見ておきたいのが、未だ現役で走行しますこちらの SL 大樹。日光の世界遺産エリアから鬼怒川温泉エリアをつなぎまして、そのレトロな体験が今もなおできます。鬼怒川温泉駅への到着時刻は運行パターンごとで異なりますので、訪れる際は事前にチェックして、ぜひその SL の融資を見逃さないようにしてみてほしいです。今回のように天気がいい場合に関しましては、青空と一緒に SL の様子も眺めることができますので、抜群の写真を撮れるかなと思います。こんな感じでとてもたくさんの方々が SL を楽しんでいる様子でございましたので、到着時刻が分かりましたら早めに場所取りするのがいいかもしれません。さて、続いてご紹介しますのは、今さっきご紹介しました SL が走る東武鉄道鬼怒川温泉駅前に位置します焼き菓子のギフトショップとカフェスペースを併設したこちらの店舗、金谷菓子本舗さんでございます。こちらのオープンは2022年の8月ということで、比較的新しい店舗になっているかなと思っています。内装もとても綺麗で、白と木目調が優しい雰囲気のカフェスペース。そして Wi-Fi や電源も完備しておりますので、観光の合間の休憩にもぴったりかなと思います。先ほどご紹介しましたような SL 大樹の到着を待つ時間にも使えますし、私自身も今回はスペース X 乗るまでの時間の休憩場所としても使わせていただきました。特に鬼怒川を中心に観光した際には充電がなくなってしまうことも多いと思いますので、充電ができるスポットを押さえていくのも旅の一つのコツかなと思っています。さて、こちらのお店、ロゴはシルクがモチーフになっています。シルクは縁起物でもございまして、長く続き途切れないものの象徴でございまして、鬼怒川の語源とされる説もあるようでございます。こんな形でお土産用にも買っていただけるようなパッケージがとても美しいので、ぜひ眺めるだけでも訪れてほしいなと思っています。さて、そんな中、この日いただきましたのは、こちらのナス豚ドッグセット、そしてしっとりスコーンでございます。スコーンに関しましては、外はさっくり、中はしっとりとしている味わいでございまして、素材が持つ風味を生かしつつ、直営店舗で焼き上げているようでございます。そして、こちらのナス豚ドッグに関しましては、名前の通り、ナス豚を使用しています。飼育の際には、麦類や芋類を食べさせて、上質な脂身ときめ細やかな肉質が特徴になるような育て方をしています。ソースはケチャップもしくは辛みがありますサルサソースから選ぶことができまして、今回はサルサソースでいただきました。ピリッとはするものの、辛さが苦手な方でも楽しめるような味になっていましたので、ぜひとも体験してみてほしいです。さて、
今回の旅でご紹介する宿は、星野リゾートが全国に展開する温泉旅館ブランド、界の鬼怒川。渓流に面した小高い丘の上に佇む温泉旅館で、駅から少し歩き、ポツンと佇む入り口からは、想像もつかないような高級空間が広がっています。そんな入り口をくぐると、スロープカーがお出迎え。全面ガラス張りのスロープカー越しに鬼怒川の景色を眺めつつ、旅館へ向かっていく時間はワクワクがどんどん高まっていきます。さて、入り口入ってすぐには、こちら益子焼の陶器が飾られていまして、それらも見応え抜群でございます。さらにこちらはラウンジでございまして、ご当地の歴史や文化、自然、工芸にまつわる本や、この地に伝わる物語などを用意しています。美味しいコーヒーや紅茶、緑茶を飲みながら本を読んだりと、ゆったりとした時間を過ごせますので、ぜひ到着後、そして夕食前や夕食後、朝食前や朝食後など、こちらの空間で一息ついてほしいなと思います。また、お土産も充実しておりますので、こちらを眺めつつ、ご自身の鬼怒川の旅の思い出にしていただくのもいいと思いますし、お友達やご家族にお土産を買っていかれるのもいいかなと思っています。そんなここ界鬼怒川の個人的な魅力の一つは、チェックアウトが12時と遅い点。朝食後からも本を読んだり、ストレッチをしたり、温泉に入ったり、二度寝をしたり、その後の旅に向けてしっかりと体調を整えることができます。さて、こちらは中庭の様子になっていまして、鮮やかな新緑や紅葉など四季折々の風景を望む中庭を巡って立つ建物は、栃木民芸のぬくもりに包まれています。四季を通じて様々な草花を楽しみつつ、自然を感じることができるのでリフレッシュに最適です。さて、今手前に映っておりますように、大浴場へと続く回廊には、益子焼と黒羽藍染の灯籠が並んでいます。伝統的な上薬を用いた深みのある灯籠の色合いと、凛とした藍のコラボレーションが彩られています。さて、こちらは大浴場の様子。泉質や効能に基づいた本格的な湯治体験、古橋現代湯治を用意しているということです。また、湯上がりどころではご当地ドリンクも合わせていただきますので、ぜひこの機会にお試しください。さて、そんな湯上がりどころなんですけれども、黒羽藍染のうちわが印象的なスペースになっておりまして、こちらの伝統工芸品に見とれているうちに、湯で温まった体も落ち着いてくるかなと思います。さて、ここからは客室のご紹介をしていきます。客室は地域らしさあふれる貝のご当地部屋、益子焼や黒羽藍染、大谷石など民芸品をモダンにしつらえた栃木民芸の輪だということでございます。今回泊まったこちらの部屋はスタンダードな和室でございまして、テラスからは森の木々を感じつつ一息つけるような落ち着いた空間でございました。これからの季節寒くなってくるかと思いますけれども、部屋着そして上着を着ていただくと想像以上に暖かかったので、十分にくつろげるかなとも思います。またお部屋にはお菓子やお茶も用意されていまして、そちらもいただくことができます。さらに疲労回復効果のある黒酢や黒糖が入った生姜湯もご用意されていまして、この日もせっかくなのでいただいてみました。ただ個人的にはだいぶ味が強く、全て飲み切ることができませんでしたので、初めての方はお湯を多めにするなど工夫してみるといいかもしれません。先ほど大浴場をご紹介したんですけども、こちらのシャワールームもおしゃれで素敵なので、朝のひとときにも活用いただけるかなと思います。さて、こちらは夕食どころのご紹介になっていまして、夕食をいただきます食事どころは、プライベート感あふれる落ち着いた半個室と開放的な中庭の自然を望むカウンターがございまして、多様なシーンに合わせて席を用意いただきました。今回の宿泊では、夕食はカウンターの席、朝食は半個室でいただきました。印象としては、カップルや夫婦で宿泊されている方がカウンターで楽しまれているような印象でございました。また、別途料金がかかるんですけども、こういった日本酒等もいただくことができますので、ぜひ選んでいただいて、夕食に彩りを添えてほしいなと思います。さて、ここからは夕食のメニューをご紹介していくんですけども、夕食では、栃木民芸の代表格であります益子焼を使いまして、旬の食材を生かした食事を楽しめます。さらに、栃木民芸を感じられる要素はもう一つ。こちらの夕食のメインでいただけます崩落盛りでございます。栃木の伝統工芸であります鹿沼組子と黒羽藍染を用いた台座には、素朴でぽってりとした風合いが特徴の益子焼が並んでいます。一つ一つの益子焼には職人手作りの上薬が使われておりまして、上薬によって表現される色合いの違いも益子焼の魅力になっています。用の美と称されます栃木民芸の技や職人のこだわりを感じられますので、ぜひ手に取りながら体験してほしいです。今申し上げました通り、用の美というのは
道具は使われてこそ美しいという考え方でございまして、物の考え方は人それぞれかと思うんですけれども、単にコレクションするだけではなくて、実際に使ってこそ魅力を感じられる、そして美しいという考え方は、個人的にも好きな考え方だなと感じました。なので、そういった使い心地も含めまして、提供される料理の器にも注目してほしいです。さて、こちらは土鍋ご飯になっていまして、締めの料理としても十分に楽しめるようなメニューでございます。結構ボリュームもありまして、この土鍋は置いていただいておかわりもできますので、お腹の空き具合に合わせて十分にいただいてほしいなと思っています。もちろん夕食の時間もゆったりと楽しむことができますので、満足いくまでゆっくりと過ごしていただいて、この後の温泉やまたご紹介しますご当地ラグも楽しんでいただくといいかなと思います。ちなみにこの日は私の誕生日だったので、こちらのおめでとうございますといった金箔入りのデザートをいただくことができました。その他にもたくさんのお祝い事の特典がございますので、ぜひ相談してみてほしいです。さて、こちらは夕食後に楽しみましたご当地ラグの益子焼きナイト。益子焼きの特徴や魅力を感じられる界鬼怒川オリジナル企画になっていますので、ぜひとも時間が合う方は楽しんでほしいなと思います。さて、ここからは朝食のご紹介でございます。先ほどご紹介しました食事処も夜と朝ではまた違った景色になりまして、朝はガラス張りの空間から朝日が差し込む感じもとても美しいかなと思います。さて、朝食は地域食を感じることができます食材や調理法を取り入れた界のご当地朝食になっています。界鬼怒川では栃木県の郷土食材を用いた和食膳をご用意いただきまして、まずはこちら栃木県の郷土料理抜刀汁からいただくことができます。さて、すべてのラインナップご紹介しますと、卵焼き、焼き魚、鶏ごぼう、納豆、栃木名物の下酢カレー、先ほどの抜刀汁、白飯、香の物、小松菜のおひたし、ヨーグルトと朝から充実のラインナップになっています。納豆に関しましては朝付き糸と記載がありまして、こちらの納豆には麦が入っている様子、そのためか普段食べる納豆よりもちっとした食感の印象でございました。また今映しております白い小さなお皿に入った栃木名物の下津カレーは匂いも味も独特でございます。近所の家7軒の下津カレーを食べると病気にならないという言い伝えもありますので、健康を手に入れるためにも食べてみてください。さて、続いては駅近の充実したお土産店、お土産一楽。出来たての温泉まんじゅうが人気だとのことで、この日も訪れる予定はなかったんですけれども、雰囲気につられて入ってしまいました。とはいえ値段も1個80円とお手頃なので、小腹が空いた際におすすめでございます。また合わせていただいたのが、栃木といえばで有名なレモン牛乳。同じコーナーにとちおとめいちごミルクもありましたので、飲み比べ気分で購入してみました。一楽さんではたまり漬けや湯葉など地元の名産品も豊富なお土産店になってますので、温泉まんじゅう以外にも楽しんでほしいなと思いました。そして最後にご紹介しますのは東武ワールドスクエア。先ほどからご紹介しております鬼怒川温泉駅から一駅で着くことができますので、とてもアクセスがいい場所にございます。ミニチュアサイズで世界一周を味わえるということで、県外からも多くの観光客が訪れています。現在はちょうど30周年ということでございますので、その記念すべき年に立ち寄れたのもとても幸運だったかなと感じました。今回は鬼怒川の魅力ご紹介としてぜひとも紹介したいと思いましたので、東武ワールドスクエアさんに許可をいただきまして動画を公開させていただいています。もちろんルールを守ってではありますけれども、広報の方も柔軟に対応いただける印象でございますので、お気軽に相談していただくことをお勧めします。さて、そんな東武ワールドスクエアは栃木県日光市鬼怒川温泉に1993年にオープンした野外テーマパーク。まず入り口を入ってインパクトが抜群なのはこちらの東京スカイツリーでございます。25分の1で作られているんですけれども、高さはなんと約26メートル。園内でも一番の高さを誇っているということですので、ぜひとも写真にも収めてほしいなと思います。またご覧のように鉄道等が走る様子も再現されていますので、展示ではあるもののその動いている街の様子を眺めることができるのもおすすめなポイントかなと思っています。こういった東京スカイツリーをはじめ、ユネスコ世界遺産に登録された45件をはじめ、世界21カ国102点の有名建造物が
実物の25分の1の縮尺で表現されています。そして敷地自体もとても広くて、約87,500平方メートル。この日も約3時間ぐらいずーっと眺めていることができましたので、こういった建造物が好きな方なんかは十分に時間をとっていただいて訪れるのがおすすめかなと思っています。また、あくまでも野外でございますので、天気がいい日なんかに訪れる方が個人的にはおすすめかなといったところです。ここからもたくさんの様子をご紹介しますけれども、今は曇っていますが、少し時間が経ってくると青空が映えてきまして、青空を元に写真を撮った様子なんかはとても美しくなっていますので、皆さんもとてもいい写真を天気がいい日には撮ることができるかなと思います。さて、そんな感じで現代日本ゾーンを中心にアメリカゾーン、エジプトゾーン、アジアゾーン、日本ゾーン、ヨーロッパゾーンの6エリアに分かれていまして、本物さながらの精巧なミニチュアは見応え十分でございます。いずれの建造物にもミニチュアが飾られてたりするんですけども、メンテナンスの都合上飾られてない空間もありますので、その辺はタイミング次第かなと思っています。また、園内では季節ごとに様々な花々を楽しむこともできまして、春に楽しめますのは梅や桜でございますけれども、ミニチュアの盆栽等も工夫を凝らしていただけるということでございますので、その季節ごとの魅力に触れるところができるというところもおすすめなポイントかなと思っています。さて、こちらはアメリカゾーンでございまして、アメリカゾーンではアメリカ国民のシンボルでございます自由の女神が見物でございます。また、世界貿易センタービルが建っていた頃の様子なんかも再現されていますので、まさにここも貴重な空間かなと思っています。さらにこちら、パナマ運河のミニチュアでは、水位の違う海を船がどのように行き交うのか、その運河の仕組みをプレイカードで再現できている様子でございますので、じっくりと確認してみてほしいです。特にアメリカは訪れたことがある方も多いかなと思いますので、もしご自身が訪れたことがある方に関しましては、このエンパイアステートビルだったり、街並みの様子だったりというところをご自身が撮られた写真と比較しつつ楽しんでいただくというのもおすすめかなと思っています。さらにこのミニチュアの中には、実際の著名人が再現されていたりというところもございまして、例えばアメリカの様子の中ではマリリン・モンローのフィギュアがあったりとか、実は先ほどの国会議事堂の中にも歴代の総理大臣がいたりというところで注目すべきポイントかなと思います。また実在の人物だけではなくて架空の人物なんかもおりまして、この後にご紹介しますけれども、イギリスの空間ではシャーロック・ホームズがいたりというところも注目になっていますので、ぜひ皆さんも一つ一つ確認していただいて、ウォーリーを探せ的な雰囲気で探してほしいなと思いました。さて、続いてはエジプトゾーンでございます。こちら、エジプトゾーンの魅力は5000年前に栄えた古代エジプトの建造物。巨大なピラミッドなど迫力満点の建造物が魅力でございまして、ピラミッドの前にいるラクダの像にまたがりながら、実際にはなかなか訪れるハードルの高いエジプトを味わうことができます。なんてことを言いつつ、しれっとこちらヨーロッパゾーンに移っております。ヨーロッパはローマのパルテノン神殿やスペイン・バルセロナのサグラダ・ファミリアを忠実に再現しているというところで、まさに見どころ抜群でございます。こんな形で東部ワールドスクエアの展示物が高い再現性を実現しているのは、全て設計者や権利者の許可を受けて作られているという背景に支えられています。ギリシャのパルテノン神殿では本物の大理石の粉末を素材に混ぜるなどして質感的にも実物に近い仕上がりになっているということでございますので、そういった工夫にも目を凝らしてほしいなといったところです。こんな形でサンピエトロ大聖堂、バチカンの様子なんかもとても圧巻だなと思っていますので、カメラの設定としましてはちょっとズームをしていただくと街の中にいるような没入感を感じながら収めていただくことができるかなと思います。なので肉眼ではもちろんのこと、後で帰った後に映像を楽しむという用途でもおすすめかなといったところです。こちらが先ほどご紹介しましたパルテノン神殿ですね。言われてみればわかるかもしれませんけども、この大理石の粉末が実際に使われていたものが混ざっていると考えるととてもワクワクしますよね。さて、こちらはピサの斜塔になっています。私はまだイタリアを訪れたことないですし、他にもスペインを訪れる計画があるんですけども、その予習としても楽しむことができますので、例えば皆さん長距離旅行で訪れる際にこちらの東部ワールドスクエアに一旦訪れていただいて、その国の見どころなんかを事前予習していただくということもとてもおすすめかなと思っています。さて、こちらはノートルダム大聖堂ですね。私もノートルダム大聖堂が焼けてしまう前の様子を実際に見ているんですけども、後でご紹介します首里城をはじめ建造物が今の姿のままでいる確率は決して高いわけではないかなと考えますと、こういった様子をその当時の趣のまま再現できているというところも、建築家やその世界の文化に対する深いリスペクトを感じられるかなと個人的には思いました。あとは個人的な確認ポイントであるんですけども、こういった建造物を事前予習していただいた上で、この建造物を訪れるタイミング調べていただくのがいいかなと思います。と言いますのも、日本ほど土日祝日が確実にやっているという建造物も多くはないので、
タイミング次第で訪れることができないということもあるかなと思います。実際に私もベルサイユ宮殿を訪れようと思ったら定休日だったなんてこともありますので、そういったところはぜひともご注意いただきたいです。さて、こちらは凱旋門ですね。まさにフランス・パリのオリンピックが近いということもありますので、フランスの建造物に関しましては特に注目度が高いかなと思います。そしてこちらはバッキンガム宮殿の様子でございます。あとはこちらノイシュバインシュタイン城ですね。私もこちらのノイシュバインシュタイン城を訪れてみたんですけども、当時訪れた際に感じたこととしましては、結構海外に行くと当たり前のようにある日本語のガイドが別にないということは全然ありますので、やっぱり英語力っていうのは必要だなと思ってます。とは言っても今であると翻訳機能に優れたスマートフォンなんかもありますので、当時とはまた違った体験をすることができるんだなと想像することができました。さて、こちらはサグラダ・ファミリアでございます。サグラダ・ファミリアでは設計者のアントニ・ガウディが愛した動植物の彫刻まで正確に再現されているということでございますので、ぜひ間近でその彫刻美を堪能してみてほしいです。実際に眺めている中でもスペインの建築物にはほとんどガウディが関与している様子でございまして、その影響力を改めて思い知ることができました。もちろん建造物を眺めていただくのもいいんですけども、全ての建造物には説明書きがされていまして、その説明書きもコンパクトでありながら結構わかりやすいような印象を受けましたので、ぜひ一つ一つ確認していただいて、その歴史的な背景も触れていただくと、より充実した時間を過ごすことができるかなと感じました。さて、ここからはアジアゾーンでございます。アジアゾーンにありますのは、インドのタージマハルや中国の宮殿など、こちらもまた見どころ抜群でございます。こちらはアンコールワットですね。カンボジアは私もまだ訪れたことがないです。アジアに関しましては、先ほどのヨーロッパやエジプト、アメリカに比べてもフライト時間が短いということもありますので、ぜひこちらの空間参考にしていただいて、もし気になるものがありましたら、ぜひご自身の足でその場所の空気を感じてみてほしいなと思います。さて、中国の故宮に関しましては、映画ラストエンペラーの壮大なシーンが再現されているということでございますので、その見応えは十分かなと思います。先ほどからご紹介しています日本ゾーンやアメリカゾーンが高い建物が多いのに対しまして、中国とかアジアゾーンに関しましてはその広大な土地を再現している様子でございますので、そういった見どころの違いなんかも楽しめる空間かなと思っています。またこのアジアゾーンを体験する中で感じたんですけども、この広さに再現されている空間ですら25分の1だと考えますと、実際に訪れた場合にはもうめちゃくちゃ歩くんだなというふうに思いましたし、世界地図で見るとあまり大きくないように感じるアジアですけれども、確かに縮尺を実際に再現してみるとアジアって結構広いんですよね。なぜなら赤道付近と北極南極付近では皆さんが感じるような世界地図とはちょっと違った縮尺になってますよね。そういったところもありまして、赤道付近に近いアジアゾーンというのはやっぱり広い空間なんだなというところを感じられました。また今映しておりましたのは台北101タワーでございまして、あちらも最近できたばかりの建造物でございますので、もしかすると東武ワールドスクエアを以前に訪れたことがある方の中でも見たことがない方も多いかなと思います。と言ってるうちに最後に映しておりますのは日本ゾーンでございます。金閣寺や姫路城、春日大社などのミニチュアもございまして、修学旅行等で訪れたことがある方にとっては懐かしさすら感じる空間になっているかなと思います。私のチャンネルの中でも普段は東京のカフェ巡りをしつつも日本全国様々な旅行スポットを訪れています。今映している中でも厳島神社なんかは実際に体験した空間でもありましたので、とても感慨深かったです。ぜひこちらのミニチュアサイズで世界を味わえる空間、皆さんも体験してみてください。以上、今回は栃木鬼怒川1泊2日見どころ11選ご紹介させていただきました。見どころ11選といってもとても凝縮させていただきましたので、令和のこの時代に楽しむにはまさに抜群なスポットばかりだったかなと思います。結構天候に左右されてしまうようなアクティビティが多いかと思いますので、可能な限り天候を頭に入れながら訪れるのが個人的にはおすすめです。もちろん、甲斐鬼怒川に関しましては天候が悪かったとしても楽しめるような工夫がたくさんされていましたので、そういったところも宿として楽しめるような場所だったのかなと思っています。また最後にご紹介しました東武ワールドスクエアに関しましては、今まさに円安でなかなか海外を訪れることができないというご時世だからこそ訪れてほしいような、そんな空間だったかなと思います。もちろん海外を訪れるための予習としても活用いただけますし、かつて訪れた海外、そして日本の空間を再体験するという意味でもご利用できるかなと思います。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。